このまま宇宙が膨張し続けたら最後はどうなるのかねえ、ちょっと聞いて。宇宙って今この瞬間もどんどん膨らんでるんだよ。しかもどんなスピードかっていうと、光より速い場所すらあるって話。つまり遠くの銀河は秒速20万キロ以上の勢いで離れていってる。しかもこの膨張だんだんスピードアップしてる。ブレーキなし。どうやら宇宙暴走モードに入ったらしい。このまま膨らみ続けたら未来は一体どうなるの？星は？銀河は？地球は？そして僕たちはどこへ向かうんだろう。科学者たちは今その答えを探してるけどね、知れば知るほどちょっとゾッとするかもしれない。ビッグバンで始まった宇宙の暴走。宇宙の始まりってそもそも何だったと思う？それは今から約138億年前、めちゃくちゃ小さくてめちゃくちゃ熱くてぎゅうぎゅうに詰まった何かが突然ドカンと爆発した。それがビッグバンっていうと、爆発したの？って思うよね。でも本当は何かが破裂したんじゃなくて、空間そのものが広がり始めたんだ。風船を膨らませるみたいにどん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 。しかもその風船は中に空気があるわけじゃない。風船の表面だけが広がってるイメージに近い。ちょっと変だけど、それが宇宙って普通ならさ、爆発したらだんだん勢いが弱まっていくと思うでしょ。ところがどっこい、宇宙は今もなお膨張し続けてるどころかむしろ加速してる。どういうこと？って話だけど、これは暗黒の力が関係してる。その名もダークエネルギー。めっちゃかっこいい名前だけど実態はほとんど分かってない。目に見えないし触れないし、なんでできてるかも謎。でも確かに宇宙には謎の押し広げる力があって、それがダークエネルギー。この力のおかげで宇宙はどんどん膨張して銀河と銀河の距離は今も広がり続けてる。しかも驚くべきことに遠くの銀河は光よりも早く遠ざかってることが観測されてる。これは銀河が宇宙空間を突っ走ってるんじゃなくて、空間自体が広がってるから光の速度を超えてるってこと。つまり宇宙は今超ハイスピードで暴走中ってわけ。最初はわあすごいねなんて思ってたけど、最近の科学者たちはちょっと焦ってる。なぜって、このまま加速が止まらなかったら宇宙はどこまで広がっちゃうんだ？で、宇宙は永遠に膨らみ続けるのか、それともどこかで止まるのか、あるいは今見えてる膨張すら勘違いだったのか。その答えはまだ誰にもわからない。でも分かってることが一つだけある。僕たちはそういうわけのわからない巨大なものの中でちゃっかり暮らしてるってこと。そして宇宙は今この瞬間も何かを語りかけてる。それが何なのかは次の章で明らかになるかもしれない。なぜ宇宙は止まらず広がり続けるのか。さて、ビッグバンで宇宙が膨らみ始めたのは分かった。でもさ、なんでそれが止まらないの？普通投げたボールはいつか落ちるよね。勢いってだんだん弱くなるはずじゃん。ところが宇宙はそうはいかない。むしろやっべ、これ加速してるぞってことになってる。科学者たちも宇宙落ち着いてって言いたい気分。じゃあ何が膨張を続けさせてるのか。そう、前の章にも出てきたダークエネルギーってやつが犯人なんだ。こいつ見えないし触れないけど、どうやら宇宙全体に染み込んでるらしい。スープに溶けた塩みたいにどこにでもある。しかもこのエネルギーちょっとヤバい性質を持ってる。普通の物質って引っ張り合うじゃん、地球とリンゴみたいに。これが重力。でもダークエネルギーはその逆、引っ張るんじゃなくて押し広げるんだ。まるで全方向に風船を無理やり膨らませてるみたいな感じでね。ここがまたややこしいところ。昔はこのダークエネルギーずっと一定の力で宇宙を広げてるって思われてたけど、最近の研究ではもしかしてこいつちょっとずつ弱くなってないって話になってる。つまり宇宙はずっと全力疾走してるわけじゃなくて、もしかしたらペース配分を始めた可能性があるんだよ。これって結構大事件でさ、もしエネルギーがこれからもっと弱くなったらってことになると、宇宙の未来がガラッと変わるかもしれない。例えばずっと広がり続けて星も銀河も凍えちゃう未来とか、逆に膨張が止まって宇宙がギュって縮む未来とか。つまり今僕たちは宇宙の未来がどっちに転ぶかわからない、まさに分かれ道のど真ん中にいるわけ。っていうとうわっこわって感じだけど、それと同時にすごく面白いとも思わない？だってどっちに転んでも宇宙は物語の真っ最中。僕らはその現場に立ち会ってるんだ。ちなみに科学者たちはまだ答えを出してない。でも今この瞬間も宇宙を見つめながら、おい次どこ行くんだよって問いかけ続けてる。そして次の章ではその未来がどんな姿をしてるのか少しずつ明らかになっていく。銀河が孤立する未来、想像してみて。夜空を見上げてもそこに星が一つも見えない世界。そんな未来が現実にやってくるかもしれない。なぜかというと、宇宙がどんどん膨らんで遠くの銀河たちがまるでもうお前にはついていけねえよって感じでどんどん遠ざかっていってるからなんだ。しかもそのスピードがえげつない。なんせ一部の銀河は光よりも早く地球から離れていってるっていうんだから。光より速いのってありなのって思うでしょ。
でも大丈夫。相対性理論は破ってない。どういうことかというと、銀河が自力で走ってるんじゃなくて、宇宙という道路そのものが伸びてるの。そのせいで銀河たちは乗ってるだけで超スピード移動してる。で、ここからがちょっと怖い話。このまま宇宙の膨張が加速していくと、いつか僕たちの銀河、つまり天の川銀河の周りから他の銀河の光が届かなくなる日が来る。どんなに望遠鏡を覗いてもそこには何もない状態。まるで銀河のことを宇宙の真ん中にポツンと取り残された僕たちだけ。しかもこれ何千億年もとかじゃなく、今からたった数千億年以内に起こるかもしれない。その時未来の科学者たちはこう思うだろうね。銀河ってこの1個しかないのかもって。実はそれ逆に昔の科学者も同じこと考えてたんだよ。かつて人類は宇宙に銀河が一つしかないと思ってた時代があった。そして膨張が進みすぎるとまたそう錯覚する未来に戻るってちょっと皮肉だよね。一度宇宙の広がりに気づいたのにまた見えなくなることで宇宙は狭いと錯覚する。これは見えなくなるってことの怖さを教えてくれる。だから今僕たちはまだラッキーなんだ。銀河がたくさん見える時代に生まれてる。その壮大な景色が永遠じゃないってことも知らずに、宇宙は広がりながら見える世界を静かに削り取っていく。そして次の章ではその削られた先で何が起きるのかを見ていこう。光ですら届かなくなる世界。この宇宙では基本的に見えるイコールそこにあるって考えるよね。星が見えるのはそこから届いた光が目に入ってるから。つまり光が届く範囲だけが僕たちの世界なんだ。でもね、もしその光がもう二度と届かなくなったら、そこに星があっても銀河があっても僕たちは見えないイコール存在しないことになる。これはもうホラーに近い。実は宇宙の膨張が進みすぎるとどんなに頑張っても光がこっちに追いつけなくなる。そんなことあるって思うよね。例えばものすごく遠くの銀河が光の速度よりも速く遠ざかっているとするとその銀河から発射された光はこっちに向かって進んできても走っても走っても道がどんどん伸びるみたいな状態になって辺にたどり着けないんだ。これを宇宙の地平線って呼んでる。ここより外はもう見えない。情報も来ない。辺に今私たちの見える宇宙は半径約465億光年だけど、それも日に日に少しずつ狭くなっているとも言われてる。そう、宇宙が広がってるのに僕たちが見える世界は小さくなってるというパラドックス。やばくない？そしてある日突然ではなく静かに少しずつ星の光がフェードアウトしていく。一つまた一つ、まるで宇宙がもう君に見せる景色はないよと言っているかのように。それは映画のエンドロールみたいな風景。そして気がついたら宇宙には私たちの銀河だけがポツンと残されている。暗くて静かで冷たくて、でも不思議なことにその空っぽの中にまだ僕たちはどこかに誰かがいるかもしれないと希望を抱いてしまう。それが人間なのかもしれないね。次の章ではそんな宇宙がたどり着く最終的な姿についてもっと深くもっと静かに迫っていこう。星も時間も凍りつく。星は永遠に光ってると思ってる？残念ながらそうじゃない。どんなに明るい恒星もいつかは燃え尽きる。太陽だって例外じゃない。宇宙には寿命がある星と生まれない星がいる。でも一番ゾッとするのはもう新しい星が生まれなくなる時代がやってくるってこと。なぜかというと宇宙が広がりすぎて星を作る材料そのものがばらけていくから。ガスも塵も遠くへ遠くへ引き裂かれてもう何も集まれなくなる。つまり星が死ぬたびに宇宙はちょっとずつ明かりを失っていく。これは宇宙の老化だ。そして数兆年後、最後の赤色矮星がその命を終える頃、宇宙に輝くものはもう一つも残っていない。ただ冷たく黒い星の残骸だけ。ブラックホールと白色矮星と中性子星。それさ、時間が経てば蒸発したり崩れたりしていく。その先に待っているのがビッグフリーズ、大いなる凍結。全てが限りなく薄まり、宇宙の温度は絶対0度に近づいていく。時間の流れも極端に遅くなる。いや、もはや時間という感覚そのものが意味を失う。何も起きない世界では時間が流れているとすら言えないから。空間はある。でもそこには何もない。静かで暗くて止まっていて、ただそれだけってちょっと怖すぎたかな。でも安心して、これはまだ何十兆年も先の話。今夜の星空はちゃんと明るい。だから今日のうちに見とこう。だって未来にはそれすら見えなくなるかもしれないから。そして次の章ではそんな全てが消えた後に残るものについて語ろう。意外な答えが待ってるかもしれない。最後に残るものは何か？星は燃え尽き、銀河は遠ざかり、光さえ届かなくなった宇宙に果たして何かは残るのか？答えはイエス。でもその何かは想像よりずっと奇妙で静かだ。まず残るのはブラックホール。光も時間も飲み込むあの宇宙の怪物たちだ。でも安心して、そんなに無敵じゃない。ホーキング博士が教えてくれたようにブラックホールも蒸発して最後は消えてしまう。まるで宇宙がため息を吐くみたいに。じゃあ次に残るのは素粒子。例えば陽子とか中性子とか。でもこれらもいずれ崩壊してなくなるという説がある。今は安定して見えても、兆年、経年、概念という単位で見れば
物質すらバラバラに壊れていくかもしれない。ってことは、そう、何も残らないかもしれない。でもほんのわずかな希望がある。それは真空。空っぽでしょって思うよね。でも現代物理では真空ってただの空っぽじゃないんだ。そこには不確定性があって、エネルギーが一瞬だけ生まれたり消えたりしてる。つまり何もないの中に何かがある可能性がある。そして一部の理論では、この真空が不安定になって崩壊すると全く新しい宇宙が生まれるかもしれないって言われてる。いわば何もないという状態こそが全ての始まりを内包しているという考え方。これめっちゃ不気味だけどちょっとロマンあるよね。全部が終わった後にまた何かが始まる。この宇宙が本当に死ぬのか、それとも変化して次のステージに進むのか、まだ誰にもわからない。だけどどこかで誰かがまたなんで宇宙って広がってるのって不思議がってるかもしれない。つまり宇宙は終わるけど問いは終わらない。そして最後の章ではその問いを持つ存在である僕たちについて語ろう。この膨張する宇宙になぜ今生命がいるのか、そこに一つの意味があるとしたら何なのか。それでも私たちは生きている。ここまで聞いてくれたあなたにまずは一言ありがとう。だって宇宙の話って正直すごく壮大でちょっと頭が追いつかないこともある。だけど今あなたはその果てにある虚無すら見ようとしてくれた。それってすごく大切なことなんだ。宇宙はどんどん膨らんでる。銀河は遠ざかり、星は死に、最後には光も時間も凍りつく。そんな世界の中でなぜか今ここにあなたがいて僕がいてこの話をしている。これって奇跡じゃない？だって普通に考えたら生命なんて生まれる余地なさそうじゃん。宇宙はむしろ生き物お断りの環境でできてるのに、なぜか地球っていうちっぽけな星の上で僕たちは笑ったり泣いたりしてる。毎日悩んだり怒ったり恋をしたりしてる。宇宙の大きさに比べたらそれはものすごく小さなドラマ。でもそれがあること自体がものすごく貴重なんだ。未来に何が待っていようと、宇宙がどれだけ膨らもうと、それがどう終わろうと、僕たちはこの瞬間確かに今を生きてる。しかも宇宙の歴史の中で言えばたった一瞬のきらめきみたいなタイミングで、ビッグバンから138億年、このタイミングで生まれた僕たちは何を見て何を感じてどこへ向かうんだろう。もしかするとこの広がる宇宙を見つめる目として宇宙そのものが僕たちを生んだのかもしれない。そう考えるとこの世界はただの偶然じゃない、意味なんてないと思ってた毎日にも実は宇宙サイズのロマンが詰まってるのかもしれない。だからこそ宇宙がどう終わろうとどう変わろうと、僕たちはただ生きて問い続けよう。なぜここにいるのか、なぜこんなにも美しいのか、そして次に来る何かはどんな景色なのか。それが僕たちがこの宇宙で果たすたった一つの役目かもしれないから。